皆さんこんにちは、フォトシンです。今回は季節の変わり目の風景、作品とワンポイントアドバイスということで、この秋からちょっと冬にかけての移行期でね、撮影された作品たちを紹介していきたいなと思います。まだまだ里の方では秋も残っていたり、これから冬にかけて移行期の中で撮影できるものもあるかと思いますので、そんなところでね、参考になれば非常に嬉しいです。今回はね、15枚ほどご用意してるんですけれども、結構ね、全部やると長くなってしまうので、前半と後半で動画を分けようと思いますので、ぜひどちらも楽しんでいただければと思います。で、前半は割とね、直近でちょっと雪が混じったような作品をね、多く紹介できればなと思いますし、後半では少し遡ってね、晩秋の頃に撮れた作品をね、紹介していきたいと思います。結構ね、この秋はバタバタとしてしまって、毎年そうなんですけれども、ツアーもそうだったり、自分の作品作りもそうですし、撮影のね、お仕事もね、いくつか受けていて、なかなかこう動画をね、作る時間がなかったり、子育てもあったりとかでね、結構忙しかったんですけれども、ちょっとね、ここでまとめて、写真をね、紹介できればなと思いますので、ぜひ最後までご覧いただけたらと思います。それではね、早速前半からスタートしていきたいと思います。それではまず一つ目がこちらになります。これはですね、今年の11月初めに大雪が降った日で、志賀高原で撮影したものになります。まだ紅葉がね、残っている楓が綺麗な時期だったんですけれども、かなりね、降ってしまったというようなね、状態でした。なので結構紅葉樹が紅葉して残っているのに降ったので、その葉っぱがあるがゆえに積もってしまった雪の重みで、かなりこう枝や幹がしなって折れてしまったものもね、非常に多くて、かなりね、悲惨な状況だったっていうのをですね、記憶しています。で、その中でね、ちょっと森の中にこうクッと入っていったところで、見つけた光景だったんですけれども、まだね、綺麗なもみじの紅葉が残っているところに雪が積もってしまったので、こんな感じでしなっているわけなんですね。で、また下のね、針葉樹にもこうね、雪がついているんですけれども、結構こう波のようなね、光景だったんですね。で、この光景がね、何かにこう見えるなと思ったんですけれども、それがですね、こう、葛飾北斎の富岳36景の神奈川沖浪裏っていうね、この絵がね、すごく私も好きなんですけれども、まさにそのようなね、こう、勢いのある波のようなね、瞬間という光景に見えたので、ちょっとこれをですね、イメージしながら形にして撮ったというようなものになります。ただ、そういった迫力のあるシーンだったというところで、ちょっと早く訪れてしまった、冬が、秋がまだ残っているのにそれに襲いかかってしまったね。そういったもうこの冬と秋が入り混じる、ところで見れた、迫力のあるシーンということでね、撮っています。志賀高原もね、雪が降るのは早いんですけれども、ここまで降ったのは結構久しぶりなんじゃないかなと思うようなね、そんな日でしたけれども、貴重な瞬間にね、見れたもので、これもね、自分の中では大事な記録としての、一枚になったかなというふうにはね、思っております。続いて2つ目はこちらになります。ちょっとごちゃごちゃして何を撮ったのこれっていうようなね、そんなね、1枚なんですけれども、これもですね、11月の始まりに降った大雪の中でね、の後に撮った1枚になります。で、志賀高原でこれは撮ってるんですが、志賀高原の中央エリアの中ってあんまりブナ林がなくてですね、ちょこちょこあったりするんですが、これはわずかに残ったブナのね、こうちょっと密林みたいなところに、雪が降った、その様子をね、撮っています。まだ全然紅葉もね、綺麗な状態だったんですけど、雪がたくさん降ってしまったので、こんな感じで白くなっているんですけれども、翌朝すごく晴れていて、太陽が昇るとどんどんその雪をですね、溶かしていって、ボタボタと頭上から塊が落ちてきて、ついでに、葉っぱも巻き添えにして落ちていくようなね、そんなね、ちょっとカオスなね、瞬間でした。で、これは秋から冬にかけての移行期というところで、季節のせめぎ合いっていうところを、デザインとしてもね、表現できたら面白いかなと思ったので、あえてごっちゃついたようにして見せるような感じでやっています。中にはこう木がクロスしているものもあったりするんですけれども、それもね、意図的に入れながら、ちょっとこうカオスなね、感じを出しています。で、鮮やかな紅葉も残っていたり、溶けて泡みたいになっている雪もね、あったりするんですけど、季節の狭間に見られるような独特なこうデザインというかね、そういったものをですね、純粋に私は美しいなと思ってね、撮ったものになります。なので、よく見るとすごくごちゃついているんですけれども、これもやはり中間のね、季節でしか見れないものということでね、表現をしております。続いて3つ目はこちらになります。これはですね、11月の中旬に、霜が降りた中でね、撮影したものになります。もうほとんどの紅葉が終わっていたんですけれども、カラマツがね、綺麗に残っていた、そんな日でした。
で、霜が降りていたので、霜の撮影もしたりしていたんですが、朝日が昇ってくるとね、このカラマツがね、すごく綺麗にね、輝いていたので、ちょっとそのカラマツをね、中心に撮ってみようかなというところで撮影をしていました。純粋にストレートで撮影しても良かったんですけれども、せっかく霜があるんであれば、何か霜を活用しながら、この美しいカラマツを、捉えてあげたいなっていう気持ちもあったので、ちょっとね、いろんな、試行錯誤しながらね、やっておりました。で、この白く見えているベールのようなもの、まさにこうベールのようなものをイメージして撮っていたんですけれども、これ一体何でしょうというところなんですが、まさか滝の中で撮ったんですかっていうのはね、光景なんですが、これはね、ススキになります。ススキにもびっしりとこう霜がついていて白くなっていたんですが、それがね、こうバックライトで、白くね、輝いていたんですね。なので本当に自分の近くのところにあるススキをこう覗き見るような形で奥の、このカラマツを見てあげた。そうして、撮ったのがね、こちらになります。結構もういろんなアングルを探しながら、ちょっとこう薄く抜けるところにこのカラマツがね、収まるような感じでやったんですけれども、ちょっとこう右上に虹っぽいようなね、レンズのこう反射によってできるようなものもね、入れ込んだりと、そんな、ちょっとしたね、味付けみたいなものもですね、入れながら撮影をしています。なのでこれを見て、霜を撮ったんだねってわからないかもしれないんですが、この美しい、秋の最後に残ったカラマツをちょっとこう優しい気持ちで覗き見るような、秋の終わりをね、優しい気持ちでこう噛み締めるようなね、そんなようなイメージでね、撮影したものになります。霜もね、降りてくると、霜を使ったこういった表現もできますので、ぜひ目の前に広がっているものにも目を向けて、それから何か奥のものへつなげていくような表現をしてみてもいいんじゃないかなと思います。その際には、超望遠があるとね、やっぱりボケもね、かなり、得られますので、できれば、100、400とか、そういったものがあるといいんじゃないかなと思います。続いて4つ目はこちらになります。雪が降ったブナの原生林の、作品になるんですけれども、この秋はですね、2回ほどまとまったね、こう降雪があって、紅葉と雪を絡める撮影ができたかなと思います。もともとね、そんなにたくさん回数はないかなと思ってたんですけれども、貴重なね、2回だったかなと思います。紅葉がね、進んできているブナの原生林で、ちょっと標高を稼がないと、雪がね、降るラインに入れなかったので、ちょっと登山をしたりとかね、しながら、撮影にね、至ったというところですね。下のね、笹にはですね、うっすらと積もった雪が、あったりと、若干ね、こう幹とか、葉っぱにもね、雪が付着しているのがわかるんですけれども、これは降り始めた、瞬間でね、撮っているので、こうソフトな感じで、撮れたかなと思います。こういった紅葉と雪をね、絡めた撮影っていうのは結構タイミングが難しかったりするので、ずっとね、ライトに降ってくれてれば全然いいんですけれども、ドカッと降るようなね、この間の11月の、始まりにあったような大雪だと、降ってしまうともう本当に冬みたいに全部白くなってしまうので、この秋の色彩っていうものがですね、なかなかこう出てくれないっていうこともあるので、降り始めが結構勝負だったり、するんですけれども、この時はですね、割とライトな感じで降ってくれたので、淡い感じの、撮影がね、できました。なので心穏やかに撮っていられたっていうところなんですけど、やっぱりこう色彩が残る、ところに雪がソフトに乗るとね、非常にこう柔らかいような、イメージをね与えてくれますので、寒くて凍えるような雰囲気も、あるんですけれども、でも優しさでこう、満たされるようなね、そういった空間のね心地よさっていうのをね感じながら撮影したものです。本当にのびのびとしたね、堂々としたブナのね中で、まだ色彩が残るところに降った、純粋に美しいなと思ったね、そんな姿をね撮影しております。ブナの紅葉は比較的遅いので、冬の訪れとね絡めて撮ることも、できる、被写体かなと思いますけれども、今年もね割といい、撮影ができたのかなというふうにはね思っております。続いては少し可愛らしい一枚になります。これはカエデの、紅葉が残っているところに、雪が降ったものになります。ご覧の通り幹から、葉っぱをね出して紅葉しているんですけれども、いわゆる胴吹きというね状態になります。桜とかね他の樹木もそうなんですけど、こういった光景見たことがあると思うんですけれども、純粋に見ると可愛らしいというねイメージになりますが、胴吹きっていうと何らかの理由によってねこういった幹から生えてくるんですけれども、大体こうエネルギーが不足していたりとかね、その木にストレスがかかっていたりとか、そういった防衛反応に、伴って、出てくるものが多かったりするんですけれども、そんなような要因、何が要因かもちろんわからないんですけれども、その中で、生まれてきた葉っぱが、秋を迎えて、またそして冬がやってくるという、そんなようなね瞬間を捉えています。
。こんな感じでおそらくはこの樹木の、防衛反応によって出てきたであろう2枚の葉っぱ、ただでさえね、頑張って出てきた2枚がですね、これからまた厳しい冬に立ち向かっていくという、本当に小さいんだけれども、厳しい冬に立ち向かうこの命のね、強さというか、そういったものを小さく可愛らしいという姿ももちろんなんですが、そういった力強さも、感じさせるような光景だったので、このようにね、捉えています。ちょうどね、雪が溶けていくところで、風に乗って雪の粉がですね、舞っていくところで、撮影しているので、こんな感じでちょっとね、雪の玉が、映ってるんですけれども、これもね、冬のイメージを強調するというところで、少しね、風で舞ったタイミングを狙って、撮影したものになります。1枚目のように幹にたくさん残っているこのもみじのところに雪が積もっているのももちろんなんですが、胴吹きにちょっと目を向けてみるっていうのもですね、表現としては、面白いのかなとは思います。続いてはこちらの1枚になります。山奥に冬が訪れた、そんなようなね、風景になるんですけれども、まだまだ、下の方にはね、カラマツが残っていて、晩秋らしさがね、残っているところで、その上部にはいよいよ冬が訪れて雪が降っている山の斜面が映っています。で、その手前にですね、一本の木を差し込んでいるんですけれども、もちろんこの木がなくても背景の風景だけでも十分、季節が移ろっていくっていうのはですね、表現できるんですけれども、あえて、なぜこの木を入れたかというと、この秋から冬にかけて移行する時間の流れっていうところをですね、このオブジェクトを使って、指し示せたらいいかなというところもあって、あえて、この木を入れています。木も下から上まで伸びるという、ベクトルを持っていますので、下から上に進むような、時間がまさにこの下のね、里から上に、向かっていくようなね、この木もいずれ冬を迎えていくというところもありますので、そういったところの掛け合わせというものもあって、あえてこの木もね、入れています。欲を言うと三段紅葉だったらね、背景がまた良かったかなという気持ちもあったんですけれども、晩秋の姿というところでね、これはこれで良かったかなというところでね、表現をしています。なのでもちろん、三段紅葉とかね、何か手前に置かなくても十分表現はできるんですけれども、時間の移ろいだったり、その目の前にある木々、木だけじゃなくて植物もそうなんですけれども、この秋から冬に向かって流れていく、またいずれ冬に向かっていくっていうことをですね、あえて差し込むことによって表現もできるので、もし何かね、差し込んでみて、うまく当てはまるんであれば、そういったものもね、付加してみてもいいんじゃないかなと思います。そして前半最後の1枚がこちらになります。これは、すごくね、冷えた日の朝、湿原の中で撮影したものなんですけれども、ご覧の通り手前にはススキが、たくさんね、あってですね、これも、霜が降りてですね、ちょっと氷の結晶がついているような状態になっています。この背後にあるね、雑木林の、枝にね、ついている霜なんかもですね、ものすごく寒げな感じで、ちょっとごちゃごちゃして絡まっているような姿なんですけれども、まさにこれから冬がやってくるところで、厳しいものがね、やってくるということを暗示しているような、そんなようなね、存在になっています。植物っていうのはそういった寒い環境でもですね、暖かいところに逃げることもできないですし、そこで挑んでいかなければならないというね、ある種その中で生きていかなければならない彼らの覚悟みたいなものをですね、この光景から強く感じて、撮影したというところになります。これはね、まだ日が昇る前のね、ちょっと薄暗い白明の時間に撮っているので、こんなね、ちょっと寒げな雰囲気になってるんですけれども、日が当たるとまたね、輝かしい感じになるんですが、日が当たる前のね、段階にしかない、空気感だったり雰囲気というものがありますので、ぜひ湿原とかそういったところ、日が昇る前からね、撮ってみると、かなりね、この晩秋には合った、条件かと思いますので、日が昇る前から、ぜひ自然を見てみるといいんじゃないかなと思います。はい。ということで、ここまでが季節の変わり目の風景、作品解説とワンポイントアドバイスの前半となりました。また2日後に後半をですね、公開する予定ですので、ぜひそちらもお楽しみいただければと思います。最後に少しお知らせとなります。2026年のアートカレンダーが販売中となっております。興味のある方は概要欄のリンクから購入をしていただけます。そして冬のフォトツアーについても先日ご案内をさせていただきましたが、結構ね、埋まってきているところで、ちょこちょこって空きがある程度になってますので、ぜひ興味のある方はですね、また概要欄の方に詳細がありますので、そちらもご確認いただければなと思います。はい。ということで、今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。